ベンダー任せの落とし穴とツール選定のコツっていう内容をお届けしていきたいと思います。はい、早速なんですけど、こんな経験をしたことありませんかということで、思ったように活用できずに失敗してしまった、契約後のサポートが想像と違った、パートナー企業の対応にがっかりした。じゃあどうすれば自社にとって本当に使える IT ツールが選べるのかとか、どうやったら信頼できるシステム開発企業やパートナーを見極めるのかといった内容を、フライクが考えるもう失敗しないためのツールやパートナー選定のポイントをご紹介していこうと思っております。ではここから具体的なお話をしていきたいなと思ってるんですけど、こういう企業さん結構多いと思うんですね。ツールに関する正しい知識を持っているベンダーに完全に任せておけば大丈夫。例えばお客さんがフライクのシンボリさんに全部任せてれば大丈夫って思ってる企業さんは、僕は危険だと思ってるんですよね。フライクが危険とかお客さんが危険。じゃあそのなんでかっていうのをお話をしていきたいなと思ってるんですけど、3つの落とし穴があるっていうふうに思っております。まず1つ目は、ツールやサービスは優れていても最終的にプロジェクトって人が関与するため、運要素、配属ガチャと同じですね。プロジェクトガチャがあります。2つ目、ベンダーの魅力的なデモンストレーションに惑わされて、実際の導入後の運用を想定できていない場合もあります。これはベンダー側があえて想像していないということもありますね。3つ目、パートナー選定の基準が甘く、紹介や評判だけに頼り切ってしまっている。我々がベンダーからの紹介だけで頼ってるんだったら、お金で解決しようって思うじゃん。例えば、ごますりしたりとか、お土産持って行ったりとか、飲み会で接待したりとか、そういう感じでツールのベンダーがパートナー企業と、癒着とは言っちゃいけないけどさ、癒着してる場合もあるので、この3つ目っていうのは、しっかりと判断基準を厳格に持ってほしいなっていうふうに思っております。ただ、しっかりお伝えしたいのは、ベンダー側はクライアント企業のシステム導入を失敗させようって思っているわけではないんですよね。ベンダーの立場とユーザー側には期待値っていうのが乖離してるんですよね。なので、その乖離を解消するために、まずは IT ツールベンダーのビジネス構造をしっかり理解しよう。私がもともと IT ツールベンダーにいたので、その知見をお話をしていこうかなっていうふうに思っています。